はい、こんにちは。今日はね、古代のコア、後編、やっていきたいと思います。前回、ボスを倒すことができたと思ったんだけど、謎の力で復活しちゃったので、それを倒したい。まあ、実際のところは、ちょっと他にもやってみたいことがあってロードしただけなんだけどとにかく今回は別のアプローチをしていく感じですね。ということで行ってみましょう。まず前回は蘇生装置をここに立てたんだけど、これを広場のど真ん中に持っていっとけばもっと便利なんじゃねってところで、まあやられるたびに歩く距離が減るってのがありつつも、本当にやりたいのはそれだけじゃないんだけど、まずは持っていきましょう。でこれ車輪で転がしていけるところまではいいとして、立てるのがめんどくさいっていうか、リスポーン地点として使うだけだったら別に寝かしたままでもいいんだけど、よいしょ。よし、まあこんな感じか。で実際のところ何がやりたかったのかというと、この蘇生装置を盾として使う。ちょっと待って、これもう壊れそう予想以上にボスのレーザーが強すぎるこれ作業中に削れてたのもあるんだけど、こんなにダメージ入るんだね。これは想定外。とりあえず今ぶっ壊れると後々困るので一時退却。これ何がやりたかったのかというと、ちょっとさっきの映像では分かりにくかったと思うので、これは前回出発前にカットしてたシーン、ここで確認してみると、蘇生装置はこうやってダメージを与えても徐々に耐久力が回復していきます。ただしダメージを食らいすぎると壊れてただの合金になっちゃって、この状態でも最後に登録したところには復活できるんだけど、二度と移動したり再登録できなくなっちゃいます。でこれ自分は蘇生できるわけなので、蘇生装置を壊さないためにボディで食らうってな手段があるといえばあるんだけど、じゃあ何のために持ってきたんやって話になるので、ちょっとねこの作戦は失敗だったとして、次今度は発想を変えて、何回も復活できなくてもやられる前に一撃で倒せればいいのではってな発想で、前回も使った展開式ブレード、これ対ボス戦は想定してなかったんだけど、大ダメージを与える長物なのでこいつを使わない手はない。もともと横向きで振り回す設計だったんだけど、縦向きでも全然使えますね。よし、じゃあこいつで行ってみましょう。てかこれ持ち込む手間がかかるので、よく考えたら要塞の中で作った方が良かったなとにかくいざ。なんだ？あ、これ見えにくかったんだけど、レーザーで電源系統
を破壊されましたね。こうなると電気の力で振り回すこいつはもう使い物にならない。ちなみに今回ボスは最終の第3形態を相手に戦ってるんだけど、この武器の場合もし第1形態から戦うとしたらビームを防御できずにやられるだろうし、第2形態から戦うとしたら爆風で電気の配線とかをやられて動かなくなることが目に見えてるので、まあきっと全然勝負にならんかったでしょうね。その辺は適材適所で戦うとして、大振りすぎてなかなか当たらんかも。ちなみに蘇生装置があるおかげですぐ復活できるはいいんだけど、この武器の場合は体に装着する時間が必要で、その間にやられるし、復活した直後に蘇生装置がレーザーを食らって壊れたりするので、ロードしてやり直してます。ほんと何のために持ってきたんだこれ。とにかくまともに命中すれば一発で仕留められるポテンシャルはあるはずなんだけど、おー、よし、ボスを倒すことができました。なんだよ、またかよ。はい、またボスが生きてる世界線に飛ばされちゃいました。っていう茶番にもうちょい付き合ってほしいわけなんだけどあれはかつて別の世界線でボスを倒した光爆式武装カムイ。本来この世界線では作られてない兵器なんだけど、私のピンチを察知して向こう側からやってきたみたいです。こいつはドローンの不思議パワーで浮かぶことができるのと、右側のブレードが回転してダメージを与える仕組みになってて、空を飛ぶボスとの空中戦による近接格闘を想定してます。よし、こいつさえあれば勝つる。いざ。こいつは全身をアーマーで囲ってるので、さっきの展開式ブレードと比べると頑強なんだけど、電源系統をやられるとブレードが回転しなくなるってのは同じなのと、どこか部品を破壊された弾みでトリガースイッチを握ってる手が滑って全然別のところを掴んでたりすることがあるので、その辺が難しいところですね。で、さっきからどんどん走行が削れていってて、これも想定内とはいえ破壊されたドローンの分全体バランスが崩れるのと機動力が落ちるので、持久戦に持ち込まれると不利。とはいえあと一撃でなんとか。惜しかった他の敵はそこまででもないんだけど、やっぱ自爆ドローンが一番厄介かな。一発でとは言わないまでも確率で電源系統をやられるのが痛い。あとボスの高度とスピードに追いつくための性能を持たせるためとはいえ、簡単には操作できないくらいの機動性を持ってるので、そもそも操縦が難しいんだよねとにかく
ボスを倒すことができました。ということで古代の子後編やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。っていうかね、前回は地味に殴り勝ちするだけだったので、今回はボーナストラック的な扱いというか、正直カムイをもっぺん出したかったんだよねで、ちょっと時間を戻して、これ今回の準備段階の映像なんだけど、突然カムイが現れたような演出にしてたものの、ノーマルモードでは材料もないところでいきなりカムイを作ったりできないんだよね。じゃあどうしたのかというと、実はね、あっちの方に大量のドローンを用意してたんだよねまあ一番近いドローンスポナーがここだったって話なんだけど、もっと言うと、これ少し前のガレージハウスを作ってる最中にちょこちょここっちまで来てドローンを集めてましたなのでここで生成してからわざわざあっちまで移動したって流れになります。まあ本当はこいつで第一形態からぶちのめす予定だったんだけど、電源系統をやたらうまく破壊されて、第三形態まで持っていくことはできても倒すまではいけなかったんだよね。まあそれに関しては改良案もあるんだけど、今回は置いといて、とにかくボスを倒すことはできたってあたりでよしとしときますか。で、この先もいろいろやりたいことはあるんだけど、時期的にちょうど年末ってことで今年を振り返るのをやっていこうかな。ということで次回は2025総集編前編やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。